こんにちは、モンチーパンダガラスのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー14です。字幕の表示、非表示などの設定をしてご覧ください。モンチーパンダガラスでは番号の色で内容を分けています。卓上グラインダーを縦にしてダイヤモンドホイールをつけてガラスを研磨します。動画13の3分20秒の場面です。このパーツを研磨します。1、2、3の3種類のダイヤモンドホイールで研磨します。水飛び防止カバーを置きます。ホースの位置を調整します。足スイッチで回転させます。1番ホームセンターで販売している外径 100mm のダイヤモンドホイールです。このダイヤモンドホイールは動画13でパーツを切っていたダイヤモンドホイールと同じものです。足スイッチで回転をコントロールしています。足スイッチは大変便利なのでおすすめです。片面削りました。もう片面を削ります。パーツと指を水でよく濡らすとパーツが指に貼り付き作業しやすいです。両面削りました。ホースの位置を変えます。2番直径約 150mm のダイヤモンドホイールです。番手は320です。足スイッチで回転をコントロールしています。このダイヤモンドホイールはヤフオクで2000円ぐらいでした。片面削りました。もう片面削ります。両面削りました。ホースの位置を変えます。3番直径約 200mm のダイヤモンドホイールです。番手は500です。このダイヤモンドホイールはヤフオクで2400円ぐらいでした。厚さ 1mm にしましたが、もっと薄くすることも可能です。傷跡を比較すると、1番の番手は400ぐらいではないかと推測しました。正確な数値は不明です。改めまして、1番はホームセンターで購入しました。このダイヤモンドホイールの詳細は、動画13の19分4秒から説明しています。外径は 100mm、センター穴は 20mm、表と裏と側面にダイヤがついています。番手は不明ですが、推測で400としておきます。どこのホームセンターでもこのタイプのダイヤモンドホイールはあると思います。おそらく1000円ぐらいだと思います。先ほども言いましたが、動画13でパーツを切った時のダイヤモンドホイールと同じものです。2番は直径約 150mm、センター穴は 12.7mm、片面のみにダイヤがついています。番手は320です。ヤフオクで2000円ぐらいでした。3番は直径約 200mm、センター穴は 12.7mm、片面のみにダイヤがついています。番手は500です。ヤフオクで2400円ぐらいでした。全体を紹介します。ここから水を送り出します。アルミのワイヤーでホースの位置を調整しています。水飛び防止カバーです。クリーム色の箱は水の受け皿です。グラインダーは縦にして使用します。クリーム色の箱の部分を説明します。内寸で 480mm と 280mm です。高さは 65mm です。この箱はキンブルで税込み162円でした。段ボールの上に置いてカッターを押し付けながら切ります。35mm の四角に切りました。切り取った部分の位置を示しています。綿棒の蓋を使用します。しかし綿棒の蓋は使用する必要はなかったかもしれません。後ほど説明します。直径約 80mm、高さは約 5mm です。先ほど切り取った部分にマスキングテープで貼り付けます。裏返してマジックで四角をなぞります。カッターナイフで押さえながら切ります。一部が割れてしまいました。
プラスチックを切るときは、ナイフなどを熱して切る方が切りやすいかもしれません。位置を合わせて外周をなぞります。120番の耐水ペーパーです。傷をつけます。傷をつけました。綿棒の蓋にも傷をつけます。外側の面だけ傷をつけました。内側は傷をつけていないので光っています。シーリング剤を塗ります。これは偶然家にあったものです。本来はシーリングガンにセットして使用するものですが、先端を外して取り出しました。先ほども言いましたが、綿棒の蓋は必要ないかもしれません。よってこのシーリング剤も必要ないかもしれません。この作業すべてが必要ないかもしれません。後ほど説明します。次に半透明なカバーについて説明します。水の飛び散りを防ぐためのカバーです。100均で購入したケースです。上側でも下側でもどちらでも良いと思いますが、上側の蓋を使用しました。内寸で 310mm と 230mm です。高さは内寸で 28mm です。P カッターで切ります。切るというよりか引っかいている感じです。ある程度 P カッターで削ったらカッターナイフで切り落とします。寸法です。P カッターとカッターナイフで切りましたが、プラスチックを切るときはナイフなどを熱して切る方が切りやすいかもしれません。水を入れる部分の作り方は動画13の13分3秒から説明していますので、ここでは省略します。マキタの卓上グラインダーです。かなり古いものだと思います。左側の砥石などは外してある状態です。多くの卓上グラインダーは軸が 12.7mm だと思いますが、購入するときには確認してください。今回は縦にして使いたいのですが、このままだと軸が当たって安定しません。3箇所のネジを緩めてカバーを外します。直径高さ約 10mm のスペーサー6個と、太さ 5mm、長さは約 40mm のネジ3本です。このネジとスペーサーでカバーを固定します。スペーサーをマスキングテープで貼り付けておくと作業しやすいと思います。カバーを本体に取り付けます。取り付けました。ビフォーアフターです。20ミリほど隙間ができました。グラインダーを立てます。軸が浮いた状態になり安定しました。右側のカバーを外します。ネジ1本緩めればカバーは外れます。後ろ側のボタンを押して軸をロックしてナットを緩めます。フランジを外します。砥石を外します。内側のフランジを外します。ピンを外します。ネジ3本を緩めてカバーを外します。フランジは右側と左側で合計4個あることを覚えておいてください。ダイソーのスチールラックのポールです。長さは 470mm。直径は 13mm です。グラインダーにある穴に通してボルトを締めます。このネジ穴は使用しません。テープで塞ぎます。クリーム色の箱を乗せます。S 字金具とビニタイで固定します。これでも良いと思いますが、違う方法も説明します。霧で穴を開けます。熱した千枚同士などで穴を開けても良いです。100均のビニタイです。園芸用品です。ビニタイを穴に通します。
ポールに固定します。前側は S 字フック2本と輪ゴムで固定しました。ダイヤモンドホイールを取り付けます。ピンを入れます。フランジを入れます。しっかり奥まで入れてください。もう一つのフランジも入れます。ダイヤモンドホイールです。このままだと中心が安定しません。修正ブッシュを入れます。20ミリの穴を 12.7 ミリに修正する部品です。通常は1枚で良いのですが、今回は段差があるので2枚使用します。ゴムパッキンを入れます。ナットを入れます。ボタンを押して軸をロックした状態でナットを締め付けます。ダイヤモンドホイールの位置は下から16ミリです。先ほども言いましたが、水を入れる部分の作り方は動画13の13分3秒から説明しています。角材をクリップで固定します。ペットボトルをクリップで固定します。アルミの針金でホースの位置を調整できるようにしています。水飛び防止カバーです。カバーを乗せます。カバーとダイヤモンドホイールの隙間は8ミリあります。ホースの位置を調整します。水を流します。水がどこに溜まるか確認します。主に箱の右側に溜まっています。水抜き穴を1か2の位置に開けても良いと思います。しかし私的には水抜き穴を左側にしたかったので、ゴミを挟んで角度を調整します。水は左側と奥側に移動しました。左側の奥に穴を開けます。ペットボトルに水が落ちていきます。水抜きの穴ができました。水が抜けました。水はグラインダーの軸側にたまらなかったので、1の状態でも良かった気がします。2番の綿棒の蓋は必要なかった気がします。ダイヤモンドホイールを取り付けます。ピンを入れます。フランジを入れます。しっかり奥まで入れてください。もう一つのフランジも入れます。直径約150ミリのダイヤモンドホイールです。センター穴は 12.7 ミリなので修正ブッシュは不要です。そのままサイズが合います。ダイヤモンドは片面のみについています。番手は320です。ゴムパッキンです。ホームセンターで購入しました。ゴムパッキンを入れます。ボタンを押して軸をロックしてナットを締めます。右側は直径約200ミリのダイヤモンドホイールです。番手は500です。通常このような使い方はあまりしないと思いますが、大きさもわかりやすいと思うので重ねます。ホームセンターで購入した直径100ミリのダイヤモンドホイールも重ねます。修正ブッシュです。20ミリの穴を 12.7 ミリに修正する部品です。ゴムパッキンです。ボタンを押して軸をロックしてナットを締めます。動画の最初でお見せした状態になりました。3種類のダイヤモンドホイールを取り付けました。水飛び防止カバーを置きます。ホースの位置を調整します。グラインダーのスイッチはオンになっています。足スイッチで動かします。足スイッチの詳細は動画13の17分45秒です。押している時のみ回転します。
押したり離したりすることで回転速度が変えれるので大変便利です。最初の方でお見せした写真です。1番、2番、3番の削り跡を比較して、1番の番手は400ぐらいではないかと推測しました。ヤフオクで購入したダイヤモンドホイールですが、番手はこれだけあるようです。ダイヤモンドホイールの位置は下から16ミリでしたが、もっと高くしたい場合は、フランジを2つ追加します。フランジを2つ追加して合計4個になりました。ボタンを押してナットを閉めます。下から16ミリだったダイヤモンドホイールの位置が33ミリになりました。水飛び防止カバーにはクリップをつけて高さを調整しました。ダイヤモンドホイールと水飛び防止カバーの隙間は6ミリほどあります。パーツと指を水で濡らすとパーツが指に張り付くのですが、うまくいかないときはパーツを横へ飛ばしてから拾います。そのために水の受け皿は大きいものにしました。これで動画ナンバー14を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダガラスのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。